椿だぜ。地下なのよ。シャイニングフォース2の続きをプレイしていくわよ。本動画は連続企画の7回目。まだの人は概要欄から過去の動画もチェックだ。前回は古代の乗り物、ナスカーシップを求めて旅をしたわ。敵幹部のカミーラとの戦闘、物理死体なのでサポートで封殺。無事にナスカーシップを手に入れたのだけど、速攻で撃ち落とされて不時着するのよ。とはいえグランス島には上陸できた。落ちた先には文句の修行小屋があって、念願の気合の玉をゲットできたのよ。サラがやっと転職できた。椿か。それじゃあゲーム再開だ。墜落現場から少し進むとバトル35。ネタ投げ祝。このマットの時間稼ぎ、ボスは撤退するので基本的には雑魚しかいないのよ。ちらっと見ただけでもわかるぞ。これはクソマップだ。前作に比べると本当に移動制限の厳しい野外マップが多いわね。疲弊しか勝たん。長時間のバトルを覚悟するのよ。ボスも帰っちゃうなら編集でバッサリ切られるやつ。やたら硬い弓兵、ゴーライダーがバイトリーダーでした。物理攻撃ならサポートが効いてりゃ余裕だぜ。バトル35。時間はかかったけど無事にクリア。あれれ、違うんだ。ロフト村を探していたらバトル36に迷い込んだわ。ここではナスカーシップを攻撃したプリズムフラワーの攻撃を避けながら進軍するのよ。悪いけど一回帰らせてちょうだい。リターン。南側の海岸線に沿って移動するといいわ。あった、あれがロフト村だな。この村には古代人の孫、ペトロがいるの。死にかけてるぞ。悪魔軍に騙されてスカイオーブを奪われた挙句、見事にやられて虫の息なのよ。あ、ごめん。ナスカーシップなら今さっき私が壊したぞ。すべて悪魔軍のせい。これは全面的に悪魔軍が悪いな。間違いない。古代ロボのバッカス君はペトロに仕えていたの。主をやられて激おこプンプンムカサッカファイヤーなの。なんか物騒なことを言ってる。制御回路とやらを独力で外してしまうの。ロボが心を得る展開だな。以後バッカス君は仲間に加わるわ。野暮なことを聞くけど、強いのか？攻守ともに非常に高く性能的には即戦力。でも移動力が4と絶望的なので厳しいわ。使ってやるつもりなら枝天ピーマンは残しておかないとダメだな。はい、村からなんかごちゃごちゃした島を抜けていくのよ。これだな、南の洞窟。ここを抜けることで大陸に戻ることができるの。一応クリードの館の残りも回収しておこう。この通路にも仲間が一人いるの。モーンの町でゴーレムの腕を拾ったでしょ。ということはゴーレムが仲間になるんだな。防御力は亀を超えて最強の数値を誇り、攻撃力も決して低くはないのだけど移動が4なの。さすがに扱いづらいな。腕を返してあげると元気になって家来になるのよ。よし、先に進もう。開いてるじゃないか。はい、こうして無事に世界が開通したわ。それじゃあ徒歩で悪魔の尻尾を目指すぞ。ランダムエンカウントの回数次第では1時間くらいかかるわよ。レベル1のさらに経験値を吸わせるには都合がいいとも言える。転職直後なら雑魚相手でもレベルがもりもり上がる。サラちゃん随分とエロい体つきに。攻撃力はかなり高い部類だけど、防御がペラペラなのよ。レベルが追いつくまでにどれだけ防御が伸びるかが命運を分けるな。みんな揃っとるな。はい、オットラ君の記憶が戻ってしまって、クリードとバトルになってしまったようなの。結果としてクリードは海に落ちて行方不明。小人にされていた人たちの魔法も解けてしまうの。みんなどっか行っちゃったけどこいつらは残っていたんだな。エルリックさんは平均的な騎士ね。HP のヒューイ、防御のニック、その中間。使えなくはないって感じか。ここの連中はみんな転職前なので、頑張ればみんな前線には立てるわよ。ドンボさん、誰も使わないので詳細不明と書かれているかわいそうな戦士。素早さが半端で使いにくいということね。バイパスさんはフリーズ4は使える魔法使い。今作では魔法使いの評価は低め。せめて美人かショタならワンチャンあった。はい、小1時間かけてブランス島に戻ってきたぞ。バトル36を再開。プリズムフラワーは上下左右に対し長射程の範囲攻撃を行うの。移動はしないので安全な場所を確認しながら進軍するのよ。威力は大したことないな。前作のレーザーアイとは異なりカウントダウンなしで毎ターン打ってくるわ。車線に入らないのが一番だが、この威力なら多少強引に進めても大丈夫そうではある。例によってボスは帰ってしまったので、手早くバイトリーダーを倒すのもありね。今回の主人公はスパークを覚えるぞ。MP はあまり多くないのでスパークに MP を割くとリターンが使えなくなる点には注意よ。とどめファイナルなら問題はないぞ。レシプが戻ってきて捨て台詞を吐いて去っていくのよ。
前回名前だけ出てきていたレッドバロンが出てくるんだな。つまり下宿との決着はまだ先になるわ。早い、数歩しか歩いてない。ここでレッドバロンが登場。また森ばっかりだよ。バロンの爵位までもらっておきながらなんか荒ぶってる感じのやべえやつなのよ。倒さないと先に進めない。どうすると言われてもそんなん普通に倒すだろう。レッドバロンのレッドは返り血で染まったレッドなの。これは恐ろしい敵なのよ。ストチューの剣だって血染めの道着だったろ。あれは多分のにでかしつけてると思うわ。彼すごいお金持ちだし、血染めとか普通に不衛生だし。それじゃあクソマック攻略するぞ。時間をかけて攻略したぞ。レッドバロンの装備している暗黒の剣は使用すると即死魔法の効果がある恐ろしい武器なの。しかも壊れないので使い放題なの。3回くらい使ってきたけど誰にも当たらないのでこいつ実質無害だったぞ。かわいそうなレッドバロン。取り囲んでくるボットなのよ。最後は主人公のスパークだ。ちょっとした隙間に案外便利。魔法は必中。レッドバロン撃破だぜ。バトル37、ガラムの北側をクリアよ。倒したレッドバロンを精査すると血の涙を流した痕跡があるの。これ元から赤屋の人ですよね。はい、レッドバロンの正体は割と序盤に退場したガラムの英雄レモンさんだったのよ。知ってた。なんかヴァンパイア化していてパネ生命力を持っていて何事もなかったかのように目を覚ますの。悪い夢を見ていたと語るのだけど残念ながら夢ではないと聞かされて絶望するの。騎士道とは死ぬことと見つけちゃったぞ。残念ながら不死身になってしまっているので死ぬことができずに苦しむことになるの。ガラム城に到着したぞ。お話を進める前にやることがあるのでそのまま北側から出てちょうだい。入ってきた側じゃないか。川沿いに北上するの。いかにもってところで乾きの石を使うのよ。あれだな、ちょっぴり出っ張ってる。乾きの石、乾きの石。これだな。これでその先の微妙に色の違う森に入れるの。確かドワーフの森。溜め込んでいたミスリルがここで火を吹くのよ。言うても欲しいのができるまでリセットするなら必要最低限の数でいいような気もするぞ。鍛冶屋にミスリルを渡して誰の武器を作るかを選ぶの。一度に4個まで渡せるけどリセット前提なら1つずつね。森を出て再入場すれば武器が完成するわ。1バトルじゃなくて本当に良かった。とりあえずボーイの武器を作ってみるのだぜ。一番作らなくて良い武器なのよ。そうなの？主人公には伝統的に専用の最強武器があるの。そっか、落ちてるのか。うわ、引いちゃってる。排出率 6.25%。激レアに該当する武器なのだけど路上に落ちてるイベント武器の方が強い上に主人公しか装備できないので必然的に余るゴミなのよ。ガラムの境界からドワーフの森が地味に遠くて雑に適当にガチャ引いてしまいにしました。一番の外れでなければ偽売りのものよりは強力なので久々の武器更新タイミングでもあるのよ。はい、失敗続きの下宿がボスにお説教されているぞ。次でラストチャンス。失敗したら命で償えってことで下宿との最後の戦いになるのよ。やっと決着か。こいつも早い段階で出てきた割には結構引っ張ったな。わかりやすい悪役も時には必要。終始小物臭しか漂ってなかったぞ。そんな下宿も今回ばかりは舐めた口調を改めてのマジモードなの。失敗したら帰るお家がないもんな。正面切ってのガチバトルに見せかけつつもしっかりと策略を張り巡らせているのよ。なんか生えてきたぞ。バーストロック伏兵なのよ。放っておくと爆発して周囲にダメージを与える的なやつだろ。さっさと倒してしまうのだぜ。くっそ硬い。チッキーちゃん地味に腕力も高いのだけどね。ならば魔法で対処しよう。対象が一体なら召喚魔法の威力はまあまあ高いわよ。射程が2マスしかないけどな。よし、倒した。はい、こいつは倒すと爆発するし数ターン経過しても爆発するの。アホか、そんなんスルーするしかないやんか。うわ、結構広範囲でうざい。速攻だ、速攻で班長を倒すんだ。これはやられたわね。っていうか HP 多いな。180くらいか。ジャジャがフリーズ4の犠牲に。敵の四天王クラスは平気で2回行動するからな。さすがに HP 自慢のキャラでも2発もらうと危ないぞ。ラッキー、通常攻撃だわ。それでもゲルハルトがやられた。全員で一気に叩く。サラのレベルはまだまだ低いわよ。攻撃力だけは一丁前だぞ。
頼れる鳥ピーター。これはもうチェックメイトだ。攻守ともに最強。 HP も間もなく100を超えそう。多少の犠牲は出たが無事にレシプを撃破だ。バトル38クリアね。ブルブルバーン。破ったといえば破った。完全スルーである。この後に及んで小物衆を醸し出していく。現場からよたよたと逃亡する下宿。もはや脅威とは見なされておらず、一向も追撃しようとはしないのよ。ですよね。敵前逃亡を魔王様は許してくれない展開。前作でも敗北を認めたバルバザークがダクソのネガポジ反転フラッシュで燃やされたよな。これはこれでお約束展開と言えなくもないわ。控えている強敵の冷酷さを演出するためのイベント。こういうケースでは最後に主人公に助言してからくたばったりする展開もあるわね。それは前回カミーラさんがやったからな。お次は左側にある村に立ち寄るの。序盤に立ち寄ってカズンがいた村だな。レモン産卵してはるん。死ぬ死ぬ詐欺なのよ。罪滅ぼしに自殺ってのは良くない。それは現実から逃げてるだけだぞ。残念ながら簡単には逃げられないのよ。そうはならんやろ。なっとるやないかい。で、ここには何をしに来たんだ。前回訪れた際にピアノが壊れているという情報があったの。ガラムの後ろでそれを職人が直したというヒントが聞けたな。というわけでピアノを弾きに来たのよ。意味がわからんが。いいからピアノ弾いてちょうだい。チカちゃん、ピアノ弾ける？実は少しだけ弾けるのよ。おやおやおや。これで秘密の通路が開いたの。教会に行くと地下に続く階段が出現しているのよ。私の妹がエレクトーン奏者なんだが、足の動きまで見てるとキモいよな。キモい言うなし。違う違う、悪魔軍違う。悪魔軍と間違われ神父様と押し問答になるの。騒ぎを聞きつけて地下から誰かがやってくるの。こいつもなんかせこいこと考えて自滅しそうな参謀面してるぞ。失礼なことを言わないの。この人は歴史学者ハウエルさんの息子さんなの。ハウエルって序盤でガラムにやられたカズンの先生か。オネイヤさんは学者でありながら優秀な魔法使いでもあるの。ポジション的にはスパック使い。前作のアレフ枠ね。だから登場が遅すぎるだろ。歴史書を紐解いてもらったのだけど、最強の剣に関する部分だけ抜き取られていたので結局はカンデってことになったの。序盤でガラム兵が持ち去った部分だな。きっと光が導いてくれる。王よ信じる。ってことでなんかなりゆき任せな感じにお話が進行するの。レモンが仲間になりたそうにこっちを見ているぞ。あまり評価は高くないキャラね。ロムのバージョンによっては武器が装備できないバグがあって全く使い物にならないらしいわ。幸いこのロムでは大丈夫でした。かつて PC 向けにゲームの配信をやっていたセガゲームコンポではバグのあるバージョンで配信していたそうよ。なんかしょうもないバグが多いゲームだな。外に出るとバトル39。特にボスもいないのでサクッと倒してちょうだい。偉い人が次々とやられている状況下だ。通常であれば戦意が低下しそうな状況下だけど、ザコモンスカ的には出世のチャンスなの。ここで活躍すれば空いたコストに収まれる可能性がビレソンってか。バイトリーダーから社員になるチャンス。ヒドラ様、全然大したことなかったぞ。次のバトルで普通にうろうろしてるレベルの雑魚なのよ。古の洞窟。ネズミがここから宝石を盗んだのが全部悪い物語。オープニングで何度も見た遺跡だ。とりあえず奥の方を調べてみるのよ。めっちゃ剣が刺さってるやんか。はい、本作最強主人公専用武器なのよ。フォースブレード。一応暗黒の剣の方が強いけど呪われてしまうので除外なのよ。攻撃力が表示されないので困る。フォースブレードの方がガチャの当たりより4強いわ。キモい。顔の前でフォースブレードを使うのよ。持ち物からフォースブレードっと。そりゃ口が開いた。ラストダンジョンの入り口なのよ。ツバチか。というわけで今回はここまで。次回いよいよ最終回。絵本のような物語。どんな結末になるのかしらね。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。Twitter もやってます。チャンネル説明にくっついてるリンクからフォローできるわよ。最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。
どうでもいい話をするぞ。過去に一度たりともここで大事な話なんてしてないでしょ。私たちの内なるおっさんは大きな咳をして、その勢いであばらやっちまったんだ。咳やくしゃみであばらやっちゃとかおじいちゃんかよ。いや、別に一発でやったわけではないぞ。そういう問題でもないと思うの。カルシウム取れよ。